ちは、クイナちゃんです。今日は 3D レンダラーを自作して、その 3D レンダラーで 3D 画像を作成していきましょう。実はすでに完成した 3D 画像がありますので見てみましょう。はい、チェスのポーンが描画されています。既存の 3D 系ソフトを一切使わず、ペイントソフトも一切使わずに、プログラムだけで一からこれを作ります。それでは始めましょう。ログインして、はい、例によってなるべく仕組みの全てを見せたいため、私は Debian という Linux ディストリビューションと Vim と C 言語というシンプルな環境を使いますが、皆さんは Python や VS Code などの便利なエディターや言語を使ってください。3D レンダラーというディレクトリを作って、その中で作業します。main.c というファイルを作って Vim で開きます。片っ端からインクルードしてメイン関数を書きます。適当なサイズのバッファーを作り、その中身を output.bitmap というファイルに出力します。ビットマップファイルとは、画像の色がそのまま格納されているファイル形式になります。ライトビン関数でバッファーに中身を書き込みます。また便利に書き込むためのユーティリティ関数も作っておきましょう。ここまでは前回の動画と同じ流れですね。それでは実際にビットマップファイルの中身を作ります。ビットマップファイルの使用書を読みながら、画像のサイズや色数などのフォーマットを書き込んでいきます。ライトスクリーン関数で画像の中身を書き込みます。とりあえず RGB それぞれに 0x66 を書き込んでグレーの画像にしておきます。あ、ビルドエラーになりました。修正します。はい、今度はビルドが通りました。実行もできました。見ると output.bitmap が作られています。どうでしょうか。画像が壊れていますね。ビットマップ形式に沿っていないところがあったようです。修正します。一つ値を書き込み忘れていました。ビルドを実行して、はい、今度はグレーの画像が表示されましたね。成功です。次はスクリーンという変数を用意して色を小数で扱えるようにします。最終的な色は RGB をそれぞれ0から255の整数にする必要がありますが、途中の計算は小数の方が誤差が出なくていいです。ビットマップファイルの形式は色が RGB ではなく BGR の順になっているため、順序を反転させます。フロートカラー10イント関数により小数の色を整数に変換します。小数の 0.0 から 1.0 を整数の0から255に変換し、範囲を超えている部分はクランプします。それでは試しにチェス盤の絵を描き込みましょう。チェス盤は 8×8 の格子状のため、縦横の偶数奇数を比較して格子状に互い違いの色を塗ります。やや色が想定よりも暗くなりました。これはガンマ特性と呼ばれるものが原因です。実は私や皆さんのディスプレイは色が正しく出ずに暗くなってしまう特性があるのです。これは昔の CRT ディスプレイがそういう挙動になっていたのですが、今もその特性を再現しているからです。このため理論的に計算された色をそのまま表示したいときは、ガンマ特性と打ち消し合うように一旦明るく補正してあげる必要があります。これをガンマ補正と言います。はい、想定通りの色になりました。普段ペイントソフトで絵を描くときはガンマ特性により歪んでしまった色を使って絵を描いているので、ガンマ特性が問題になることはありませんが、 3D グラフィックスのように数値を計算して画像を作るときには理論と出力がずれてしまうため、このような補正が必要になります。では次に三角形を描画したいと思います。なぜなら 3D の物体はポリゴンからできていて、ポリゴンは三角形からできているからです。三角形を1ドットずつ塗りつぶして描きたいため、小数の座標を整数に丸めて Y 座標が上から順に点 A、B、C になるようにします。そして真ん中の点 B から横にまっすぐ線を伸ばして点 AC とぶつかったところを E とします。すると X 軸に平行な辺 BE からなる
シンプルな2つの三角形を描画すれば済むようになります。あとは辺 BE からもう一つの頂点に向かいつつ横方向にドットを塗りつぶしていけば三角形が描画できます。はい、三角形が描画できるようになりました。次はこの三角形の頂点に UV を持たせます。 UV というのは 3D オブジェクトの表面に画像を貼りたいとき 3D の各頂点が画像のどの座標に相当するのかを表したものです。画像の座標を UV で表し各頂点がこの UV の値を持つようにします。三角形の内部の各ドットの UV は頂点に与えられた UV をもとに滑らかに保管して計算します。それでは UV が正しく計算されたかどうかを UV を色に変換して確認しましょう。 R=U、G=V として表示してみます。はい、頂点ごとに設定した UV が三角形の内部で滑らかに保管されていることがわかります。色も多分合っています。それでは三角形、つまりポリゴンが描画できるようになったのでいよいよ 3D オブジェクトを作って描画しましょう。 3D オブジェクトは三角形ポリゴンの集合で表します。ドローモデル関数ではポリゴンの数だけ三角形を描画する処理にします。クリエイトポーン関数でチェスのポーンの 3D モデルを作ります。関数の中身は手書きで作っておいた輪郭の座標をぐるっと Y 軸回転させることで立体のポーンにします。はい、3D のポーンが描画できました。シルエットだけなので 3D 感がありませんが 3D になっています。それでは頂点が持つ情報に光線を追加しましょう。光線とはポリゴンの面がどの方向を向いているかという情報です。 3D で描画した時にポリゴンの面がどこを向いているかで光の当たり方が変わるため 3D では重要な情報です。またこの辺りでベクトルの計算関数を実装しておきましょう。クロス関数はベクトルの外積を求める関数で2つのベクトルからそれらに直行するベクトルを求めることができます。ノーマライズ関数はベクトルの向きをそのままにしつつ長さを1にする関数です。それではすでにあるポーンの各ポリゴンの2辺からクロス関数を使ってポリゴンに直行する向きを算出します。これを光線とします。ただし光線の長さは1と決まっているためノーマライズ関数で長さを1にします。今は色の代わりに UV を色として出力するようになっていたので今度は確認用に光線の向きを色として出力してみます。出力してみると、はい、光線の向きに応じた色が出力されています。ポリゴンの面ごとに直行する向きを光線にしているためポリゴンの境界がはっきりとわかります。しかし実際のポーンはこのような角張った形ではないため頂点ごとに光線の向きを平均化して滑らかな光線にしましょう。計算が大変ですが1つの頂点につき4つの面が接しているため4つ分の光線を取得してそれを平均化したものを最終的な光線とします。平均化とは単に4つ分の光線のベクトルを足し合わせてノーマライズ関数で長さを1にするだけです。はい、滑らかなポーンが出来上がりました。ただし表面は滑らかになりましたが輪郭は角張っているため今度は輪郭も滑らかにしましょう。3GL ミートスプラインと呼ばれる保管方法を使うとそれぞれの頂点を通る滑らかな曲線が作れます。今回はそのようにして作った曲線を用い各頂点の間に2個ずつ頂点を追加します。はい、輪郭も割と滑らかになりました。次にチェス盤の作成です。こちらはシンプルで単なる正方形の板を作ります。ただし表面にチェス盤の絵を貼りたいため UV には気をつけます。はい、ポーンの背後に板が出現しました。それではここからはポーンやチェス盤を 3D 空間に配置してカメラから撮影した見た目にしたいと思います。そこで使うのは行列です。ベクトルが頂点の座標や光線の向きを表していますがそれらを移動させたり回転させたりする操作は行列の積で行えます。ヌル MM 関数で行列同士の積ができるようにしヌル MV 関数で行列とベクトルの積ができるようにします。また
他にも行列を計算する関数をいろいろ定義しておきましょう。ビュー関数ではカメラの視点に頂点を移動させる行列を作り出します。プロジェクション関数では最終的に出来上がった 3D の情報を 2D の画像に投影する行列を作り出します。画角やアスペクト比に基づき XYZ の 3D 空間の座標が XY の 2D スクリーンの座標に変換されます。頂点を移動した時に光線の向きも適切に更新したいため、逆行列を求めるインバース関数も作ります。さて、一通りの関数が準備できたので、チェス盤とコーンを適当に回転したり拡縮させてみましょう。はい、できているようです。それではカメラと中視点を定義して、そこからチェス盤とコーンを撮影してみましょう。画角は私が持っている一眼レフカメラのレンズと同じ値にしてみます。またこの時、奥行き方向のポリゴンが平面のスクリーンに投影されますが、これを平面の三角形として保管してしまうと、奥行き方向の歪みがなくなってしまいます。そこで3次元ベクトルを XYZW の4次元に拡張し、W に奥行き方向の歪みの情報を入れておいて、それを考慮した保管になるように調整します。結果は、あれ、カメラの中視点が上すぎますね。カメラの Y 方向が常に Y 軸を向くようになっていたので修正します。はい、立体的に描画されました。もう少し斜めから見てみましょう。おや、上から眺めているはずなのにコーンの底面が見えてしまっていますね。これは前後関係を考慮せずに描画したため、コーンの底面を最後に描画してしまい、底面の絵で上書きされてしまっているようです。それでは前後関係を考慮するために Z バッファーを用意しましょう。 Z バッファーは描画したドットの奥行き情報を付持するバッファーになります。つまりすでに描画済みのドットに別のものを描画したいとき、今までよりも奥になる場合には描画せず、手前になるときだけ描画する流れにします。描画するときに Z バッファーの値を見て、これまでよりも手前になるようであれば描画し、Z バッファーの値を今の奥行きで更新します。はい、前後関係が正しく描画されました。そろそろちゃんとした色で描画されるようにしましょう。とりあえずポーンを2つに増やしてカメラの位置を動かして適当な構図になるようにします。そしてシェーダ関数という関数を作り、その中で最終的に描画する色を決定するようにします。チェス盤を表した格子状の絵をもう一度作り、シェーダ関数の中で 3D オブジェクトの UV に応じてポリゴンに貼るようにします。はい、チェス盤とポーンに適切な色がついて描画されました。ポーンの色はチェス盤の画像を流用して設定しています。今のままだと陰影がなく立体感がないため、ライトを配置して立体感を出しましょう。まずは環境光です。これは周囲の物体に当たった光が反射したものを模したものです。つまり本来の光源ではありませんが、直接光が当たっていないところが真っ暗にならないことを再現したものです。環境光は物体の面が上を向くほど空の青が出るようにし、下を向くほど大地の赤が出るようにします。これは物理学的には正しくありませんが、なんとなく綺麗なためよく行われる計算です。はい、うっすらと陰影がつきました。次に平行光の拡散反射です。これは方向を持つ光で太陽のような光源を模したものです。ポリゴンの面が光源の方を向いているなら、ポリゴンの色が明るくなり、その向きから離れるほど暗くなります。これは内積で計算します。はい、一気に立体感が出ましたね。次は鏡面反射です。これは物体の表面で鏡のように光源の色が光沢としてそのまま見える反射です。鏡のように光源の色がそのまま見えるということは、光の反射の先に視点があるときに最も光沢が見えるような計算になります。頂点に対する視点の向きや光源の向きを頂点に持たせておき、それらを使って計算しましょう。はい、白い光沢が出ました。せっかく奥行き情報もあるので、奥になるほど暗くなる霧も追加してみます。はい、奥がうっすら暗くなりました。今はポーン
からチェス盤に影が落ちていないので影を追加しましょう。影の計算方法はいくつも手法がありますが、今回はシンプルな方法を使います。光源から見た時に隠れている部分が光の当たらない部分として影になります。つまり光源から一度撮影し、光源からの奥行き情報を Z バッファーのように記録します。この時の Z バッファーをシャドウマップと言います。そして次にカメラから撮影し、その時にまた光源からの奥行き情報を計算します。この時シャドウマップに記録された奥行き情報と見比べて食い違いがあれば、それは光源から見た時に手前に別の物体があることになるため、つまり遮蔽されて影になることがわかります。まずは確認のために光源から撮影した絵を見てみましょうか。はい、一応影になりそうな部分は全部入っています。それでは今の視点からの撮影で記録されるシャドウマップを使って影かどうかを判定し、影を描画しましょう。はい、影が描画されました。しかしなんだか片方のコーンが宙に浮いていますね。また影の輪郭がギザギザしています。影の輪郭をきれいにしましょう。シャドウマップを参照するときに周囲の1ドットも参照して平均化し、滑らかになるようにします。はい、ギザギザが少し緩和しました。次にコーンが宙に浮いているのを直しましょう。あ、回転しすぎて地面にめり込んでしまいました。今度はいい感じです。最後にポストエフェクトをかけましょう。ポストエフェクトとは 3D として描画した後の 2D 画像に対し加工処理を行うことです。まずはグレアやグルームと呼ばれるエフェクトです。明るい部分にぼかしをかけて周囲に光がにじむ効果になるものです。まず色を適度に引き算して明るい部分だけが残るようにします。この明るい部分にぼかしをかけていきますが、今回はガウシアンブラーをかけます。周囲の 5×5 の範囲を重み付けして足し合わせることでぼかしていますが、あまりぼけていませんね。周囲の 7×7 の範囲にして、また画像サイズを縦横半分に縮小することで強いぼかしにしてみます。はい、ぼけました。あとはこれを元の画像に足し合わせて、はい、光沢部分が周囲ににじむようになりました。次のポストエフェクトはコントラストと明るさの調整です。少しコントラストを高めておきます。また色収差の処理も追加します。これは光の赤や青の成分ごとにカメラのレンズにおける屈折率が違うため、画像の端になるほど色がずれて見えるものです。今回は単純に画像の端になるほど赤と緑と青の座標にズレを生じさせて表現します。はい、色収差もできました。他にも周囲の背景を映り込ませたり、表面に細かな傷などのテクスチャーを貼り付けるとよりリアルな画像になっていきますが、今回はこれで完成としたいと思います。 3D グラフィックスの作業をやっていると、ふと画面から視線を外して周囲の風景を見た時に、なんとリアルな描画だろうと驚かされます。皆さんも行列とベクトルを勉強して 3D グラフィックスを楽しみましょう。バイバーイ。